はい、皆さんこんにちは、中島です。今回もですね、また 3D プリンターネタなんですけども、前回、前々回とね、フィギュアを作ったので、次はちょっと違ったものを作ってみたいなと思いましてね、3D プリンター界隈でちょくちょく議論を巻き起こすものといえば、3D プリント銃ですよね。俺に求められてるのってやっぱりそういう物騒なネタなのかなと思いましてね、じゃあ俺がやらないわけにはいかないということで、今回はね、ささっと銃を作ってプリントしてみたいと思います。で、今回使用するソフトなんですけども、もう画面に出ておりますけども、これはですね、Tinkercad というね、ブラウザで動く CAD なんですけども、オートデスクのアカウントさえあればソフトをインストールしなくても使用できるんですね。なんとね、これを使えば、ほんの数秒で銃が作れてしまうんですよ。まあね、早速やってみましょうか。はい、まずね、この右の欄にある文字というものを選択します。そして適当に配置します。そして、この文字の欄にね、10と入力します。で、適当に大きさと位置を、決めて、エンターを押すと、はい、一瞬でね、立体の10ができてしまいました。ね、このままプリントすると文字がバラバラになってしまうので、底面にね、台座を置いて一体化させることにしましょう。でまずはこのボックスというのを選んでですね、文字がかぶさるぐらいの大きさにサイズを変えます。はい、こんな感じでね。そして高さを詰めます。で10の文字の高さ自体もあるので、これも高さをね、ちょっと調節します。はい、こんな感じでしょうかね。これでね、難なくプリントできるようになったと思います。はい、そしてね、この右上のエクスポートというところを押すと、出力形式が選べるようになってます。で今回はね、STL で保存しましょう。はい、一瞬でね、こう、出力されてダウンロードすることができました。めっちゃ簡単ですよね。一応、英語版も作っときますか。ガーッとね。横幅だけ合わせておきましょうかね。そして生成したファイルをスライサーソフトに読み込むとこういう形になります。今回はね、このままでも印刷できるので、サポートとかはね、必要ないと思います。もう設定もめちゃくちゃ簡単ですね。ちょっと位置ぐらいはね、ちゃんとしておきましょうか。はい、こんな感じでしょうかね。全然これで問題ないと思いますんで、保存しましょう。はい、出てきました。おお、今回も一発で成功っぽいですね。はい、では、取り外して洗浄したいと思います。はい、てなわけでね、完成です。銃らしく金属風の塗装を施してみました。ね、
こんな感じで、いとも簡単に銃が 3D プリントできてしまうというね。テクノロジーってすごいですね。はい、銃をね、プリントするっていうのは、まあこういうジョークだったんですけども、でもこの方法を使えばね、ネームプレートとか、ジオラマの看板だとか、アイデア次第でいろいろなものに応用できると思います。ぜひね、皆さんもチャレンジしてみてください。あとね、念のために一応言っときますけども、本物の銃は作らないようにね。はい、今回はね、こんな感じですけども、またね、ちょくちょく 3D プリンターネタもやっていきたいと思います。はい、今回もご視聴ありがとうございました。それでは、さようなら。